昨夜、あなたを突き落とす夢を見ました。あなたが絶望の淵へと落ちていく姿を、私はただずっと見ていました。ごめんなさい。私はそんな人間なんです。皆様こんにちは。すぐみモデラーのたまです。今回は大島製、リバティウォーク、ランボルギーニアベンタドール、リミテッドエディションバージョン2を制作しますよ。店舗で新品購入。箱の重量感からして高額気味なのは理解しました。このお方がリバティウォークのボスでしょうか。顔出し禁止のようで完全にバレない目隠し状態。この複雑なフォルムを素組みでどこまで再現できるのか楽しみでございます。分厚い箱に詰め込まれたパーツは相変わらずの物量。こうやってアロパーツがついていない状態だとノーマルで作ることもできそうな気がしてきます。テールカウル付近のランナー群。複雑な形状のパーツですが精度は高そうに見えます。クリアパーツは想像以上に盛りだくさんで嫌になってきました。まだまだ詰め込まれたパーツたち。マジでこの辺で勘弁してください。なかなかの高額キットなので部品がたくさん入っていることは承知ですが、最近の青島様は気でも触れたかのようです。いくらなんでも多すぎやろ。なんだか嫌な予感が溢れ出ているデカールの集合体。これデカールというよりもシールですよね。なんだか海外キットのような雰囲気の説明書。これはすごい。フルカラーですが絶妙に見づらい感じが素晴らしい。何気に特殊なカラーが多いようです。ところでボディカラーはどれなんだと探しまくっていたらここでした。いやいや、これはマジでわかりにくすぎて嫌がらせかと思いました。下の欄にも塗装指示があるのですが途中で意識が飛びかけました。この説明書は封印して私は心が思うままに動こうと思います。このランナー群の密度は収容所に向かう列車のようです。それでは制作スタートでございます。袋の中からランナーが増殖するように湧いてきます。ちょっと青島様はどうなされたのでしょうか。このような拷問はお好みではなかったはずなのですが。そしてボディカウルと一緒に入っていた増え続けるランナー。しかし美しい流線型はランボルギーニの真骨頂。手直しが必要かチェックしないとですね。見えづらいですがここにパーティングラインがございます。光に当てないと見逃してしまいそうですが、サフを吹くことによってバリやパーティングラインも見つけやすくなります。この電動ツールのおかげで作業はかなり楽になりました。ちなみにこの手の工具は充電式もあるのですが、私は出力の安定性といつでも使えるということで電源式を選びます。最後は自分の手が一番信用できるのでございます。テトリスの最高ランクを難なくこなす娘。お前の反応速度一体どうなってんの？そしてタマは奴隷のように娘への髪を乾かす図式。いい加減面倒くさいので短く切りませんか？明日はお出かけするので早く寝なきゃね。
ずっとお天気が微妙だったのに穏やかな朝焼け。お出かけ日和ですね。DJI の撮影用マイクを探し回していたらあなたが強奪していたのですね。案外お高いんですから手加減してね。今日は申し訳ございませんがお留守番よろしくお願いします。お詫びと言っちゃなんですが高級猫缶をご用意しますのでお許しください。このチャンネルに陶酔なされたリスナー様ならばご存知の拷問器具。いいですか。身の程をわきまえることです。一瞬の手元の狂い。わずか1ミクロン以下のブレがすべてを無に返す。ボディに深い傷でもつけようものなら、きっとあなたにはアイアンメイデンの棺を用意することになりますわ。削り落とされたプラスチックの粉は、さながら舞い散る花のように光りきらめいてございます。嫌がらせのような箇所に補強ランナーが食らいついてございます。無理な角度でカットすると取り返しのつかないことになるので要注意。しかしピン穴はシビアなサイズなので拡張しておくのがよろしいかと。複雑な造形のボディパーツもご覧の通り素晴らしいフィッティング。青島様のキットはデロリアンあたりから異様な進化を遂げている気がします。上辺だけは上等なたメーカー様は震えてお眠りください。悪い夢でも見ているのかと思うほど湧いて出てくるパーツ群。これ本当に24分の1スケールなのか不信感に苛まれます。カットするだけでも重労働。仕事でもプラモでも私の本質は労働ということですね。いやマジでこの配色図は慣れないです。青島様はモデラーを絶望の淵に立たせるのがお好きなようです。ふと思うのです。なぜ私は仕事から帰宅してもなおこんな流れ作業みたいなことをし続けているのだと。本日は美しき創造の園へお出かけしてございます。ぬるま湯のような引きこもり生活から這い出し、向かう先は日本国第2の都市、大阪。その中でも梅田というエリアに向かいます。そしてここは阪神高速環状線。1964年に開通したこの道路は、大阪の都心部を円を描くように結び、高度経済成長期の物流と交通を支えてきました。限られた都市空間に建設されたためその姿は非常に独特。高層ビルの谷間を縫い、時にはビルをくり抜いた道を走る光景は大阪ならではの都市風景として知られています。目の前には左右へ何度も折れ曲がる高架道路。その先には巨大な高層ビル群が壁のように立ち並びます。ガラスの塔が四方を埋め尽くし、まるで巨大な回路基板の中を走っているかのようです。
こちらのフラットブラックは裏打ち用と言っても過言ではない素晴らしい塗料。常にストックは3つほどございます。細かな部品が連続するので塗装も大変。あろうことかスペアボトルを買い忘れたので EX クリアの空き瓶を活用することに。メカサフも案外良い色になってくれるので使うことも多いです。派手なエアロパーツの数々。ノーマルだろうが私には縁のない車ですが、地面を這いつくばるようなフォルムをさらに研ぎ澄ますパーツたち。久々にウィノーブラックの出番でございます。シャシー関連のほとんど見えない箇所はブラックサフ。蓋開けてこの状態になると異様なほどにテンション下がるのって何なのでしょうか。ご覧遊ばせ。この透明に澄み渡るパーツの無用。カーモデルだというのに想像をはるかに超えるクリアパーツの多さに、思わず白目で失神しそうになりました。デカールだと思ったらまさかのシール。私たちのような泥沼に首元まで浸かり込んだオタモデラーではなく、衝動買いでこのキットを手に取った新規モデラー様にも優しい仕様。窓枠用のシールまで付属していました。ですが塗装用の窓枠マスキングは付属していない既存モデラーを見放す仕様。モデラーというのはわがままなのでございます。ついに梅田に到着。異端審問会に呼び出された時のようにここをときめいてございます。これが駅舎とは。私の知る駅舎は単線に屋根もないホームなのですが、この格差社会は凄まじく、私のエンゲル係数アラートが鳴り響くのでございます。これほどまでに近代化された灰色の迷宮をカットするのは娘にとっては初めてのこと。恐怖におののくかと思いきや、その心はまるで未開の惑星にたどり着いたかのように宙に浮いてしまうほど軽やか。歩みを進めた先に待ち受けていたのは巨大な鋼鉄のアーチでございました。網の目のように張り巡らされた人類の結晶。まるで言葉の異なる異国の地に立ち尽くしているかのような錯覚にとらわれます。青島様は優しいので窓枠用マスキングを同封してくれないんですよね。まあ青島様は優しいので私は仕方なく嫌々ですけど自分でマスキング処理しようと思います。6000円を超えるキットなのに青島様は本当に優しいですよね。このパーツがどこにあるのかわからなくてマジで小1時間探しまくったんですよね。
まさかメッキパーツだったとは。思い込みって本当に怖いですね。箱には徹底的にパーツを色分けと記載があったのですが、案外塗り分けが多いので私は大島様の本社で9段階を開催しようと思います。めったに使うことがないスーパーチタンツ。なぜか溶剤が発揮したのか顔料が濃くなっていました。かなり薄めてブレーキローターを塗ります。塗り終わったら適当な色でおめかし。内張りのドアハンドルも筆で塗り塗り。こんな箇所マスキングしてたら時間が溶けてしまいます。ここはボディ同色で塗るのでシャーなしでマスキング。それよりもあなたそのホワイトな左手なんなの。裏打ちを終えたボディカウル。派手な形を表現するパーツもたくさんございます。アルティメットホワイトではなく白サフを吹きました。サフを吹くと陰影がはっきりとして本当に美しいです。いよいよボディ塗装に入ります。説明書通りに進めるのなら3色を朝食しないといけません。なんとか一撃で塗れるように類似した塗料を探したのですが発見には至らず、仕方なく買い揃えました。普通のホワイトを買うのなんていつ以来でしょうか。ホワイトパール。濃く微小なパールが美しい隠れた一品。メタリックグリーン。基本色シリーズにもこんな色があったなんて知りませんでした。希釈率は1対1対1。足りなくなると面倒なことになるので多めに作りました。お見事でございます。調合からティファニーグリーンのような美しい色が出来上がり、最近は薄め液も値上がりばかりで品薄状態が続いていますね。私の場合ですと1年で2本程度しか使わないのでそこまで痛くはないです。しかし一度上がったお値段は下がることはないでしょうね。本当に美しいグリーン。しかし今後どこで使いましょうか。この色塗ってみて気がついたのですが、照明の光源によって色の移りが変わってしまうんですよね。今回は3台のカメラを使っていますので色も3種類に変化するよくわからない動画になってございます。基本色の調合のみでこの美しさ、上品でありながら圧倒的な存在感を放ちます。多いのか少ないのかよくわからないデカールに進みます。シールだけかと思いましたがしっかりとデカールも同封してくださる青島様。普通は模型メーカーというものは売れ筋の車や人気の飛行機を手堅く出すものです。しかし青島様は違います。なぜそれをキット化したと全モデラーが困惑するマニアックな重機。昭和のデコトラや果ては移動販売車シリーズ。狂気とも思えるキットを大真面目に開発する茨の道を進みます。独自のロマンを提供し続けてくださる真のマゾヒズムでございます。
人、そして人。人口数十人の農村から抜け出した私たちにとってみれば、この町全体がまるで得体の知れない怪物のごとくゾワゾワとうごめいているように思えます。命からがら向かう先は欲望と色彩が渦巻く聖地、ポケモンセンター。泥仕合の人混みにめまいすら覚える店内。娘が血眼になって探していたイタチみたいな獣のぬいぐるみ。そんな生物なんて夜中の畑にうろうろしているのと大差ないのではなくて、青島様のデカールは軟化剤に負けないので貼りやすいという印象。模型メーカーの純正デカールは案外脆いものが多いのでありがたいです。そんな青島様の技術力はまさに本物。近年のカーモデルや艦船模型の精密さは目を見張るものがあります。しかしその超絶ディテールがなぜか属車の違法改造パーツや謎のロゴとにフルスロットルで注ぎ込まれるのが青島クオリティ。職人の本気をぶつける場所はそこじゃないでしょう。とツッコミを入れつつ、完成度の高さにひれ伏せざるを得ないのでございます。かつての青島様のキットといえば、パーツが合わない。説明書が大掛かりな嘘をつく。組むものに創意工夫という名の力技を要求するのが定説でした。今でこそ驚くほど組みやすくなりましたが、あの頃の青島キットに鍛えられたモデラーたちは、どんなトラブルにも動じない強靭なメンタルを手に入れました。ユーザーの人間的成長まで促してくれるメーカー。私たちがした生きるために本当に必要なものは何かを教えてくださりました。いつもの EX クリア。しかし今回はこのクリアも捨て武器となります。サクッと2回ほどクリアを吹いたお姿。これで完成でも違和感がないほどにこのボディワークは模型映えします。最終的に艶消し仕様で仕上げてみたいと思っております。最近の高級車で艶消しが流行っているらしいので単純に影響されました。通常の艶ありクリア状態のうちにリベット部分の表現当て直しなどを済ませてしまいます。艶消しクリア後にこういう作業をすると滲んでしまうので要注意。窓枠も黒に塗装します。しかしほとんどがクリアパーツで塞いでしまうので筆塗りで仕上げましょう。隠れた箇所から塗るのがセオリー。エナメル塗料は塗った瞬間はポテッとした塗面になりますが、乾くと案外滑らかになりますので躊躇なく塗ってください。下のラインだけ曲面用マスキングで保険をかけておきました。少し雑なギザギザになりましたがクリアパーツをはめ込むので今は気にしないでください。フロント側は指示がなかったのですが、光の屈折でウィンドウパーツから見えてしまうので塗った方がよろしいかと。巨大なデジタルサイネージと上下に行き交う近未来的なエスカレーターの光景。まさに圧倒的な SF 世界の趣があります。いつもネットショッピングでお世話になっているヨドバシカメラへ向かいます。この凄まじい人口密度を前にして、今日は何か特別なお祭りでもあるのかなと目を丸くする娘。村役場が一番大きな田舎育ちには刺激が強すぎますね。もはやミニ四駆なのかはたまた別の何かが走っているのかわからない速度域。ダッシュ4クローのスティックで方向転換していた時代が懐かしいです。ここまで来てもシール帳にコレクションを増やすというのか。黒猫ならお家にいますがな。しかしさすが大阪。何でもありすぎて困りますね。現実の過密都市から再びこの静寂なる独房へとシーンは移ります。優しい青島様がウィンドウ用マスキングを同封してくださらないので、
最も不毛で最も過酷な儀式を執り行います。ご覧遊ばせ。リミテッドエディションなどという大層な名を冠しておきながら、すべて自分の手でテープを貼り余白をカットしろとおっしゃるのですね。ただただ先が思いやられる泥仕合でございます。仕事は適当なのにプラモの窓枠一つにはこれほど必死になれるなんて、本当に歪んだ執念。滑稽で頬が緩んでしまうのでございます。シートも塗り分けてこんなにもシャンティ。ヘッドライト内部のこんな稜線みたいな箇所を塗れというのですか。シール板にはしっかりと用意されていたので活用させていただきます。一応おまけ程度にエンジンが再現されております。まさかこのクロスバーにデカールを貼れというのですか。なかなかに初心者を見捨てる指示。素敵な仕上がりになりました。ホイールは極太なのでリム部分が別パーツとなっていました。ランナー状態でぴったりと組み合うのが楽しくて無心で何度も繰り返していました。ブレーキローターにもエナメルブラックでおめかし、簡単仕上げですがすっかりお綺麗になられました。皆様、大変な秘宝でございます。あれほど巨大なヨドバシカメラに足を踏み入れながら、私が見たかったカメラやドローンなどは何一つ拝むことすらできませんでした。娘たちのお買い物に付き合わされ、安全圏から彼女たちの物欲を満たすだけでも楽しいものです。しかし梅田といえば、プラモ制作で大変お世話になっておりますデカール専門店ロム様を訪ねない理由がございません。命からがら聖地へとたどり着いたのは良いのですけれど、ここはあまりにも家族向けではない異端の9段階。素晴らしい品揃えで楽しいのは私一人。次は必ず私一人でこの楽園に数時間は居座って差し上げます。インテリアの組み立てを執り行います。ご覧遊ばせ。美しいグレーの、まるで最高級のベルベットのような気品に満ちた質感。そして外装の狂気を受け継いだ、ボディ同色の艶やかな内装パーツの無用。普段の不健康で不節制な生活を忘れさせてしまうほどの、うっとりとするような世界の広がり。これぞまさに選ばれし者のみに許された至高の空間でございます。ヘッドライト内部の LED 部分。ここはシールがとても良い仕事をしてくれます。青島様はカーモデルのあり方を少し前に進めた気がします。フェアレディ Z 以来のハンツやクリアを使おうと思ったのですが直前で思い立ち、当初の予定通りスーパークリア 3UV カット艶消しを使おうと思います。いつ作ったかわからない希釈済みがあったのでありがたく活用。本日お話しいたしますのは自動車の歴史。いいえ、
世界の常識をその強大なる拷問で叩き伏せた異端の開拓者。それがリバティウォーク。ランボルギーニやフェラーリといった選ばれし者のみが乗ることを許される思考の名車。本来であれば神聖にして犯すべからざる存在であるはずのそれらを、あろうことか容赦なく切り刻み、血を這うようなシャコタンへと生まれ変わらせる。高級車のプライドを力任せにぶち壊すそのスタイルを LB ワークスと呼びます。その最たる狂気は伝統的なフェンダーを切り落とし、リベットと目の巨大なオーバーフェンダーをおごるというあまりにも凶暴な手法。富の象徴を自ら破壊し独自の美しさを追い求めるその姿は、お上品な世界のタブーをすべて置き去りにした泥仕合。ぬるま湯のような常識に染まりきった世間は、最初こそ、大切な高級車に何をするのだ、と絶望の淵で怯えになりましたけれど、今や世界中の大富豪やモデラーたちがその悪魔的魅力の前にひれ伏し、そして熱狂していらっしゃるのでございます。喧騒の街はいつしかほんのりと朱色に染まる黄昏の記憶へと姿を変えてゆきます。陰影の車高がハイテクノロジーの風景に静かに溶け込み、美しくもどこかしんしんとした静寂を連れて参ります。今回の田舎者が都会に行くってよ、という名の茶番劇もいよいよ終焉へと向かっております。たどり着いたのは天空に浮かぶ城壁、メダスカイビル。見渡す限りを埋め尽くす傲慢な人類の結晶。圧倒的な人工物の群れ。この高度は人間の制御をはるかに超えた怪物のごとき建造物。あのはるか先、うっすらとそびえる山の向こうにお家があるのですよと娘に伝えると、あなたの目は遠い先を見て、風が頬をなべるようにごそりと、山のあっちとこっちはどっちが早く明日になるのかな、と。なかなか哲学的なことを言うではないか。凄まじいキャンバー角を再現できるよう傾斜がついたタイヤ。これはなかなかかっこよいです。個人的には S タイヤのようなトレッドパターンが好きなんですけどね。青島様の車高調整システムはとても自由度が高いです。リバティウォークのスタイルを再現するならばフェンダーにタイヤが隠れてしまうくらいがちょうど良さそうです。他メーカー様も独自の調整ギミックが搭載されていますが、ここまで高精度で遊べるのはマジで楽しいです。もう少しでデロリアンになるところでした。窓枠塗装もこれにて終了。面倒かけさせやがって。きっと3台分の窓枠マスキングをこなした気分になるほどでございました。艶消しクリアが乾燥してプラモデルとは思えない素晴らしい質感に変化してくれました。艶を抑えた表面は余計な反射を散らし、面と面の境界を素直に見せてくれる。その結果、鋭く立ち上がるエッジや繊細な曲面が際立ち、造形そのものの美しさが浮かび上がるのでございます。
この血塗られたドレスのルーツは、かつて日本の昭和を駆け抜けた街道レーサーやワークススタイルという泥臭き反骨精神にございます。社会への抵抗の火花を散らしながら爆走した日本の土着の族文化。決して洗練されているとは言えないむき出しの自己主張。その泥臭い日本の魂が、あろうことかイタリアの至宝であるスーパーカーのボディと融合を果たすのです。1ミクロンの妥協もなく施されるそのカスタムは、ただの改造車の域をはるかに超え、世界を震撼させる次なるレベルの芸術へと紹介いたしました。茜色に染まる空中エスカレーターを下る道のり。それは幻から現実社会へと逆戻りするアームホールのようです。降り立った地上に妙な硬さを感じるほど、あの高高度は私の精神を削っていたようです。見上げればあんな危うい虚空の牢獄にいたなんて、思い出すだけでお尻がムズムズと頼りなくうずいてしまうのでございます。娘たちはもうくたくた。コンビニで車内で食べるおにぎりを買って帰路に着きましょう。光が灯り出したビルの根元を余韻に浸りながら歩きます。次来るときはまたこの風景も変わっているかもね。キロを走り黄金色に染まる街ともお別れ。車内はすやすやと吐息だけが聞こえ、私の心もほんの少し穏やかな時間を取り戻すのでございます。昨夜、あなたを突き落とす夢を見ました。あなたが落ちていく姿を、私はずっと、ただずっと見ていました。オレンジの光と傾斜する影、うっとりとする世界であなたが遠ざかる光景をただずっと。それは本当に素晴らしい光景で、きっと私はうっすらと笑みをこぼしていたのだと思います。生まれ変わったあなたは青く緑に包まれて本当に綺麗。この姿ならあなたにも許してもらえるような気がして、私の溢れた涙の色はさぞかしどす黒かったのでしょうね。私の闇の中で怪しく火花を散らし続けてください。リバティウォーク、ランボルギーニ、アベンタドールリミテッド。完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。